ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。 F1 バーレーングランプリ2024予選後のレッドブル、マックス・フェルスタッペンとセルジオ・ペレスのコメントの話題です。2024年バーレーングランプリ予選ではマックス・フェルスタッペンがポールポジションを獲得し、セルジオ・ペレスが5番手につけました。フェルスタッペンは風が強くトリッキーなコンディションの中でマシンのバランスを取るのが難しかったと述べつつも、 FP3 からのマシン改良によりパフォーマンスが向上したと満足しています。フェルスタッペンはレースに向けて自信を持ち、タイヤの状態を最適に保つことの重要性を強調しています。ペレスは第1コーナーでの進入がスムーズでなかったことを認め、 Q2 でソフトタイヤを1セット失うミスを犯したものの、予選でのマシンの好調さを前向きに捉えています。ペレスはソフトタイヤを温存したことを利点とし、レースでは表彰台を目指して前進することを目標に掲げています。チーム代表のクリスチャン・ホーナーはフェルスタッペンのポール獲得を称賛し、今年のレギュレーションによる戦力の均衡化がレースをよりエキサイティングにしていると述べています。ホーナーはペレスが5番手スタートでも表彰台を狙えるポジションにいると確信しており、グリッドが非常に接近しているため翌日のレースが面白くなることを予想しています。マックス・フェルスタッペン予選ポールポジションに戻れて嬉しい。テストはとても良かったし、今週末はもう少しトリッキーだった。風が強くてトリッキーなコンディションだったから、マシンのバランスをうまく取るのが難しかったんだ。予選に臨むにあたって僕らがどの位置にいるのか誰も知らなかったし、とてもタイトだったけれど、これはこのスポーツにとってエキサイティングなことなんだ。 FP3 から予選にかけてマシンを改良し、パフォーマンスも向上させたし、 Q3 ではもう少しグリップがあった。最終的にマシンのパフォーマンスには満足しているし、今日もまた戦えたことに満足している。明日に向けていい感触を得ているし、レースに向けて自信を持っている。レースでは何が起こるかわからないから、タイヤをベストな状態に保つことが重要だ。いいレースカーがあるので、今日と同じようなパフォーマンスを見せられることを願っている。セルジオ・ペレス予選5番手、第1コーナーへの進入がクリーンではなかったし、全てがタイトな中で2つも3つも順位を落としてしまった。こんなに軽いマシンを走らせたのは初めてだったから、予選を通して学んでいたんだ。 Q2 での中断ラップで Q3 用のソフトタイヤを1セット失ってしまったことがマイナスだったが、予選でマシンが好調だったことはプラスだった。やるべきことはいくつかあるけれど、重要なのは明日だし、僕たちはグリッドの右側にいるから力強いスタートを切ることができるはずだ。多くのチームがハードタイヤを温存していたが、僕たちはソフトタイヤを温存していた。明日の目標は前進して表彰台に上ることだ。状況は本当に接近していて、この先もいい戦いになるだろう。クリスチャン・ホーナー CEO 兼チーム代表、マックスのラップは素晴らしかった。サーキットが冷えてきて少しトリッキーになっていた。彼はポールを取るほどではないと思っていたようだが、ありがたいことにポールを取ることができた。彼の後ろはとてもタイトだった。今年はレギュレーションによって戦力が均衡化すると言ってきたが、その通りになってきているため、みんなにとってエキサイティングな展開になっている。明日は面白いレースになるだろう。このグリッドはとてもタイトで、3番手と7番手の間はコンマ 1.5 秒しかないから、チェコが5番手からスタートすることについては心配していない。ここは周回が長いし、彼は表彰台を狙える位置にいると確信している。 F1 バーレーングランプリ2024予選後のレッドブル、
マックス・フェルスタッペンとセルジオ・ペレスのコメントの話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。